食事持ってきたぞ。ああ、おはよう。いただきまーす。少し冷めてるわね。もっと早く持ってこられないの？無理を言うなよ。これでも急いだんだぞ。歩いてきたんでしょ。グロッポ使いなさいよ。料理宅配しながらあれに乗るのは無理じゃないか？要は慣れよ、慣れ。慣れかな。ってなんで俺デリバリーなんてしてるんだ？今さら自分で突っ込まないでよ。追加料金払ってるんだからいいでしょ。家主のシェリーは店で働いているのに何かおかしくないか？とはいいこと教えてあげる。なんだよ。世の中金よ。そんなこと聞きたくない。おはよう。おはよああ、ヤクモさん。う。おはよう。いい匂いだ。とはお茶を入れて。おう。ほい。いい香りだ。いい朝だ。いい朝だ。じゃないわよ。ちょっと待って。なんでこのちびっこがここにいるの？おまけにドアを従者みたいに扱って。ちびっことは失礼な。そこにいる彼から依頼を受けたからね。元の世界に戻る方法を探してほしいと。しばらくここに出入りしながら調査させてもらうよ。出入りって何よ？仕事場として使わせてもらうってことだよ。シェリーには許可を取ったから。そして彼はその報酬として僕の助手として働くことを受諾したんだ。お茶ぐらい入れてもらうさ。何よ勝手に。トアは君の所有物か何かだったかな。だったらごめんよ。そんなんじゃないわよ。私は構わないぞ。賑やかな方がいい。いや、今ここ借りてるの私だから。僕にできることなら協力させてもらうよ。偉そうに言ってるけど、あんたいくつよ。絶対私たちより年下でしょ。どうだろうね。推理してみたら？いちいちムカつくやつだわ。どう？誰か来たみたいだな。はいはい。グレンさん？よう、ラインスタッドのジョーちゃんはいるか？多分今頃シャムレットに行って働いてると思います。まだそんなことしてるのか、あのジョーちゃん。大したもんだな。今日はどうしたんですか？いや、なんていうか、あれだ、事後報告だ。事後報告ですか。それはご丁寧にどうも。グレンさん、リロさんはまだ？ああ、まだ目を覚まさない。奴が手にしていた卵と、それを回収していった黒い鎧については？わからんな。この手の問題は王宮が動かないとなかなかわからないことが多くてな。どうも奴らこの件についてはやたら腰が重い。警察の方でも調査をしているが限界がある。お前らも何か上がったら知らせてくれ。わかりました。トア様、お帰りなさいませ。マリスさん。あれ、シェリーはいないんですね。お店に来てるんだと思ったんですが。ええ、今日は姿を見てませんね。そうですか。お店の方は？今日は私一人で回りそうですから大丈夫ですよ。トア様もご自分の用事をされたらいかがですか？そうですね。はい。
よし、買い物はこれで全部かな。シェリー、どうしたんだ？トワさん。私はとんでもない大バカ者です。どうした？自分で自分が許せません。どうか私を罵ってください。なんだよそれ。無理だよ。ダメなんです。罵ってもらえないと私はおかしくなりそうなんです。すでにおかしくなってると思うんだが。罵ってもらえないと私の気が済まないのです。お願いします。まあ、そう言うなら。ほら！申し訳ありません。それより、何があったか教えてくれないか？売上金を落としてしまったんです。どこに落としたんだ？それがわからなくて。落とす前の行動を思い出すんだ。はい。最初は買い出しのためにセンターストリートのお店に行ったんです。そこで明日荷物を持ってきてもらうように頼んで、その後路地裏でお気に入りの野良猫さんと遊んで、川辺でぼんやりとベンチに座って休憩をして、図書館に行って本を借りて、それで銀行に行ったら落としていることに気づいて。そうか。なんか、だいぶ寄り道してるんだな。売上金を持っている状態でダメだぞ。すみません。ついこのままじゃお店の家賃も払えません。かくなる上はこの券を売りに出すしかありません。それはさすがに大事な件なんだろ？そうですね。ラインスタッド家に代々伝わる券です。それはダメだ。もっと一緒に探し回ろう。はい。見つからなかったな。そうですね。やはりかくなる上はこの券を。だからそれはダメだって。ほら、誰か親切な人が届けてくれるかも。そうですね。信じて待ってみよう。思わぬところから出てくるかもしれないし。わかりました。トアさんがそう言ってくれるなら信じてみます。でもダメな時はこの券を。やめておこう。なんでそんなに売りたがるんだ？まだ見つからないのか？はい。はやはりこの剣を。かくなる上はこの剣を。シェリー、もう少し待とうよ。よし、また探してみよう。ないな。あった。シェリー、まったく。でもよかったな。シェリー！この件ですか。立派ではありますが、特に銘が入っていないようですね。50本というところでどうでしょうか。50
50。でも、売上金の足しになるなら、私は。すいません。大丈夫ですので、お帰りください。なんですか？でしたら、1000ポンでどうですか？いきなり上がりすぎでしょ。どれだけポろうとしていたんだ。すいません。帰ってください。トワさん？はい、これ。これは、見つかったんですか？そうですか。そもそも持ち出してなかったんですね。なんて迂闊なんでしょうか。はあ、よかった。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。いいよ、そんな。それでは、私の気が収まりません。あ、そうだ。この家宝の剣をトワさんに。本当に大事な剣なの？やたら手放したがってるけど。今回ほど、自分のうかつさを呪ったことはありません。まあ、お金については、ちゃんとしないとな。私は、生まれ変わります。ちゃんとした人間になります。そうだな。これを教訓に頑張ろう。では早速頑張ってきます。お店の時間なので。ああ。待て、シェリー！テーブルに売上金置きっぱなしだって、ちゃんとしまっておけって。あれ、ルーじゃないか。あんたか。何してるんだ？街をブラブラしてたんだけど、特に何も起こらなくってね。喧嘩する口実探してたのか？そういうのじゃないわよ。悪い奴がいないかパトロール。そうか。そういやルーは、学園は行かなくていいのか？あまり見たことないな。セイレム学園？あそこって単位制だから。まあ、うまくやればそんなに授業出なくていいのよ。要するに試験をクリアしたらいいんだから。もしかしてベルフレアさんじゃないですか？あんた、ごきげんよう。そちらはどなた？こいつはあれよ、使用人よ。そうなの。大方そんなところかと思いました。そっちは？ああ、こちらはミスター・アーバン。ミスター・アーバン？どうも、ご機嫌いかすか？どうも。私の彼氏ですの。彼氏？これからデートをするところでして。ところでベルフレアさんにはそういう殿方はいらして？いや、それは。いるはずがないですわよね。そんなに筋肉をつけたら殿方は近づきづらいんじゃないかしら。かっこいいでしょ？お強いのは結構ですが、貴族の女性たるもの、殿方と洗練された付き合いを持たないと。まあ、ジールの女性というのは強くて頑丈なのが売りなのかもしれませんが彼氏ぐらいいくらでもいるわよ。何を隠そう、こいつもその一人なんだから。おい！つい言っちゃったのよ。協力してくれたっていいでしょ？協力って。彼氏の一人もいないなんて、ベルフレア家の名が廃るわ。
たるかな。私はベルフレア家を祖国の威信を背負ってここに来ているの。あんな奴らに負けるわけにいかないんだから。気張りすぎだと思うけどな。さっき使用人とおっしゃってましたよね。使用人でもあり彼氏でもある。私は男に服従しない。男を服従させる女だから。なるほど。では、いつかダブルデートと行きませんか？いいわよ。楽しみね。なんか妙なことになってないか？とっさのことで変な約束をしてしまったわ。まあどうせもう会わないからいいわよ。ほとんど会わない相手に妙な見栄を張らないでくれ。何よ、いいじゃない。よああ、とわじゃない。いいところに来たわね。あんたに一つお願いがあるのよ。え？その素手でバンバンするやつ。格闘術のことか。そうよ。それどこで誰に習ったの？家庭教師。最初はちょっとした空手を習うだけだったんだけど、もっと本格的にやりたくて、おじさんについて日本中回ったりしたんだ。山ごもりしたり、ふらっとその辺の道場によって訓練に参加したり、いろいろしたせいかな。少しは頑張れているのは。あんたどういう生い立ちなのよ。そっちのが気になるわね。いや、興味あることはとことんやりたいだけだよ。それを私にも教えてよ。ルーは十分強いじゃないか。この斧があれば私は無敵だけど、いつでも武器が手にあるとは限らないでしょ。武器がない時でもある程度戦えるようにしたいわ。そうか。でも一朝一夕で身につくものじゃないからな。分かってるけど、基礎の基礎も知らないのと少しは知ってるのとでは違うでしょ。わかった。じゃあ実践してみるか。いいわね。もっと思いっきり来ていいわよ。いや、そうは言っても。手加減はなしよ。ルー！いいわ、その感じよ。燃えてきたわ。さあ、ちゃんちゃん来なさい。ああ。あ、いたなとは。ヤクモさん、何ですか？今日はとわに何かご馳走をしようと思って。ありがとうございます。とはいえ、どこに食べに行ったらいいか思いつかなくて、とわは最近ここに来たのだよな。私もまだあまりこの国の食生活を知らないからな。何が美味しいのか。外で食べることってあまりなかったから。ここは聞き込みをしてみるしかないかな。
たの？あれ、ヤクモさん。それに、どうしたの？カミュって好きな食べ物とかあるか？好きな食べ物？それはまあ、あるよ。なんだろう。それは、卵料理さ。卵料理か。卵が好きなんだな。まあね。具体的にどういう卵料理なんだ？ポムね。甘い料理が好きかな。甘い卵料理。それってプリンじゃないのか？そうだよ。だったら最初からプリンと言えばよかったのに。僕は探偵だよ。そういう謎かけぐらいするさ。そうか。プリンか。カミュ殿がそれほど好きなプリン食べてみたい。いや、好きってわけじゃ。それはどこのプリンなんだ？どこのというか、自作するんだよ。自分で作るとは、そこまで好きとは。いや、好きとかじゃなくて。そういえば、作りたてを保冷庫に置いてあるよ。何？これだよ。これは。それを食べるんだ。まあね。よっぽど好きなんだな。だから好きってわけじゃ。じゃあみんなで食べようか。ちょっと胸焼けがする。うまい。なかなかでしょ。プリン好きな神殿が作っただけある。いや、だから僕はそんな子供っぽい趣味じゃ。カミュ。とは。どうしたんだ？実は寝不足でね。何か心配事とかあるのか？いや、心配事というか、ある推理小説にハマって、徹夜で読んでしまったんだ。僕としたことが。仕事に影響が出るような読書はしないようにしてるんだけど、あまりに面白くて、つい、これから進めていた事件についての説明をしないといけないのに、なんだか、頭が全然回らなくて、困ったぞ。おいおい、大丈夫か？大丈夫。寝不足ごときに負ける僕では。早速負けてる。おい、起きろ。カミュってこんなに眠気に弱いのか？事件の説明をしに行くんだろ？どこでやるんだ？タワーブリッジ。あそこか。じゃあそこまで運んでいくよ。確けない。その間だけでも寝ているよ。プリンを甘く見るの。
おーい、着いたぞ。プリン、悪いけど、プリンは関係ない。あ、そうか。僕はあまりに眠くて。悪いね。迷惑をかけた。それはいいけど、そんなんで本当に大丈夫なのか？大丈夫。ここからは僕が行くから。君はここまででいいよ。そうか。じゃあね。カミュ。寝ていた！おい、依頼人を待たせてるんじゃないのか？がっつり寝てるじゃないか。あれ、ここは。そうだ、僕はタワーブリッジで起きた事件で、そこで説明を。行かないと。わかった。じゃあ、そこまで連れて行くからな。推理は俺じゃ無理だから。大丈夫。任せて。来たな、名探偵。おい、何時間待たせるんだよ。そうよ。あんたが時間を指定したんでしょ？いや、なんだ、探偵さん。どうしたんだ？俺は、彼女の助手をしている永井と言います。なあ、俺たちの中に犯人がいるってどういうことだよ。誰がやったのか教えるから。ここに集まれって言ったのはそこの探偵さんでしょ？なあ、どういうことだよ。とりあえず、助手の俺がお話ししましょう。さて、真相をお話しする前に、事件を振り返ってみましょうか。あの日のことを思い出してください。あの日って。1週間前の夜か。そうです。1週間前に。お？ここで事件が起こった。そうだな。あの忌まわしき事件が。それは分かったよ。で、真相は何なんだ？それは、これから説明いたします。1週間前を思い出してください。あの忌まわしい事件を。ここで、哀れにも殺されてしまった。殺された？死んだのか？マジかよ。あいつ、結局死んだのかよ。もうすぐ退院するって。誰よ？誰がアルルを殺したのよ？お前か？お前か？いや、それはこれから探偵が説明するって言ってるじゃん。そうです。話は最後まで聞いてください。殺されてしまったと思われていたが、幸いにも命は取り留めていたのです。そこを間違えるなよ。いずれにしても非道なる犯人は見つけなくてはいけません。そうですね。
分かってるよ。だから誰なんだよ。まあ、落ち着いてください。犯人は、この中にいる。いや、それは聞いてるよ。だから誰なんだよ。それをお話ししましょう。あの夜を、1週間前を思い出してください。さっきから何度も思い出してるっての。おい、そもそもお前助手なのか？なんでさっきから探偵は寝ているんだ？あんたら私たちをからかっているの？いや、そんなことは。僕たちは至って真面目だよ。カミュ、彼には改めて事件の前後を確認してもらったんだ。ここからは僕が説明しよう。前振りお疲れ様。カミュ、途中から起きていたな。だって君知れもしないのに適当なことを言おうとしてるから。お前に繋ぐために、なんとか話を引き延ばしていたんだよ。分かってるけど1週間前、このタワーブリッジであなたたちと一緒にいた女性が川に落下した。幸い命は取り留めたけど、通行人の目撃証言により突き飛ばした犯人は逮捕された。逮捕された犯人から僕に依頼があったんだ。真犯人は別にいる。一緒にいたあなたたち4人の中に、どうして目撃者は突き飛ばした人物を錯誤したのか。そこには犯人が巧妙に仕掛けたトリックがあったんだ。そしてそのトリックを仕掛けたのはあなただ。とはありがとう。どっと疲れたよ。でもいいものが見られてよかった。カミュはああやって事件を解決してるんだな。今日のはまだオーソドックスな事件でよかったよ。いつもあんなにスムーズにはいかないからね。報酬も入ったし、今日はおごるよ。そうか、悪いな。それにしても君まったく、まだ笑っていたのか？よく繋いだものだよ、僕が起きるまで。本当に助手に向いているのかもしれないよ。本格的に探偵助手をやってみる気はないかい？あんなのは二度とごめんだっての。待ってください、神さん。ちょっとでいいから話を聞いてください。しつこいな。付きまとうのはやめてくれないかな。あなたしかいないんです。カミュ？嫌がってるじゃないか。おう。何ですかあなたは。邪魔しないでください。いや、だって、神が迷惑そうにしてるから。改めてお願いします。神さん、我らが警察にあなたの頭脳が必要なのです。
僕は組織に属するのは好きじゃない。ラインスタッド自警団に入っているじゃないですか。もまさかその男にたぶらかされたとか？俺？彼は関係ないよ。あなたからも言ってあげてくれませんか？私立探偵なんかしているよりも警察に入り、もっと国のために働きませんかと。国のためね。警察は例えば彼のために働いてくれるのかな。彼は別世界から来て帰る方法を探しているんだ。警察はそれを手伝ってくれる？それは管轄外です。ではどこの管轄なんだろう。それは警察が頑張っているのは知っている。僕の父だって刑事だった。でも警察じゃ手が回らないいろんな事件がこの町の片隅でいつでも起こっている。そして誰も頼れなくて困っている人がいる。そういう人たちの力になることに僕は最近意義を感じてきたんだ。そういう謎を追いかけている方が性にも合っているんだ。神さん、わかりました。でも僕は諦めませんよ。あなたは私立探偵なんてしている人ではない。もっと大きな事件の指揮を取るような人だ。やれやれ。そうか。カミュって探偵業にちゃんとこだわりを持っていたんだな。僕が適当にこの仕事をしていると思ってたのかい？いや、そんなことはないけど、想像以上にこだわりがあるんだなって。あんなのは半分口から出まかせさ。出任せだったのか。僕だってもっと大きな事件を扱うべき器だと言われたらクラッとくるものはあるよ。いつかはそういう立場に立ちたいって思っていたこともあった。でも最近かな。誰を頼ったらいいのかわからない人たちの小さな事件だって、その人たちにとってはとても切実な問題で、そういうものを解決する探偵っていうのは僕には合ってる気もするんだ。時にそれが大きな事件につながっていることもあるしね。こう言ったら不謹慎だけどワクワクすることもある。そっか。しばらくはこのままなんだな。そうだね。安心した。なんで君が安心するんだ。いや、それは。君も僕に依頼をしている一人だしね。心配しなくても抱えている依頼を放り投げてどこかに行ったりしないさ。じゃあね。やあ、自警団活動かい？精が出るね。その依頼を受注するかい？町長さん、どうされたんですか？実は、盗賊団がまた現れた。どうやらまだ残党がいるらしいのです。もう出ないというラインスタッド様のお言葉を信じて、警戒が甘くなったところを突かれているようで。もう出ないなんて言ってないわよ。あんた、なんでそんな当てつけがましいの？そんな滅相もありません。私はただ事実を。とにかく
行きましょうか。放っておけません。来たな。その荷物を置いていけ。早速現れたようだね。俺は神聖盗賊団の棟梁クレイブ様だ。あんたが棟梁？前のヒューイットってやつは何だったの？奴は棟梁を自称していただけだ。本当の頭は俺よ。またそのパターンか。だったら話が早い。こいつを倒せば一件落着ということだ。俺様がゲッツ王やヒューイットのように行くと思うなよ。当然私よね。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだけど。ラッキー、潰せ。鬱陶しいわね。とどめよ。ラッキー、潰せ。飛びなさい。とどめよ。ラッキー、潰せ。とどめよ。ラッキー、潰せ。ここが急所だね。これ入ったとどめよ。ラッキー、そうだとやっ話せ。捕らえてきました。おお、ありがとうございます。おそらくこいつで最後とは思うけど、しばらく様子見た方がいいね。そうですね。ラインスタッド様の退治したは要注意と皆言っていますから。おいこら、町長さん、また何かありましたら連絡をください。さすがラインスタッド自警団。依頼達成だ。ランスロットさん、いますか？いるぞー。とランスロットさんは、この森で暮らしているんですか？いや、寝食は別のところでしている。別のところって、誰かに飼われているということですか？我が輩を何だと思っている。猫ですが。我が輩は流浪の騎士ランスロット。我が輩が忠誠を誓うのは正義と美しい女性だけよ。流浪。ランスロットさんは何をしているんですか？我が輩はある敵を追っている。敵。その猫は強いんですか？いや、猫じゃないが強いな。ランスロットさんよりも？ああ、悔しいが我が輩よりも強い。じゃあ見つけても勝てないじゃないですか。そういうことになるな。だから我が輩が見込んだものを鍛え、そのものを倒せるよう願っているのだ。いつの間にかランスロットさんが追っている誰かを倒す役目を押し付けられていた？そういうわけじゃないな。そのものは少年の前にも立ちふさがるかもしれない。あるいはそのものは少年の大事な誰かを傷つけようとするかもしれない。
我が輩の意志を継ぐ者がそのものを倒してくれるような気がしてな。やっぱり、いつの間にかそんなことを託されていたんですか？いや、だから別にそんなつもりはないが。いや、嫌って聞かれても、どこの誰か知らない強敵を託されても、いや嫌って聞かれても、何も少年にと言っているわけではない。我が輩はこうして見込みのある者に訓練をつける。それは技を伝えているだけではない。精神も伝えておる。我が輩の伝えた技と精神は宿敵を打ち果たすかもしれない。それを期待しているところはあるが、まあそれは我が輩が勝手に思っていることよ。少年は少年の目的で強くあろうとしている。ならばそれを我が輩は応援するだけだ。敵は強い。いつか少年がそのものと戦うことになった時は頑張れ。シンプルなアドバイス？さらばだ。あれ、あの子は。もっと脇を締めて、インパクトの瞬間に力を集中させる。確かに、こっちの方がいい感じです。誰ですか？あなたは。あはは、どうも。びっくりしました。私ここで内緒で訓練をしているもので。内緒で訓練？ええ。駅は本来営業終了した夜は立ち入り禁止なので。じゃあ、森とかでしたらいいんじゃないのか？それは少々問題があります。問題って？そのですね、幽霊が怖いのです。なるほど。でも、駅の構内だって、夜はなんか怖いと思うけど。そうでしょうか。構内には昼の賑わいの名残があります。それがあれば寂しくありません。そういうものかな。あなたこそ何をしているんですか？俺はこの近くに住んでいて、たまに目が覚めてしまうんだ。それで散歩を。では私と似たようなものですね。よかったら付き合うよ、訓練。いいんですか？少し体を動かして体力を使った方が眠れる気がするんだ。なるほど。ではお願いします。今日はありがとうございます。良い訓練ができました。こちらこそ。また気が向いたら一緒に訓練しましょう。ああ、もちろん。よん？ああ、あんたは。今から飯を食いに行くところだ。お前も来い。飯？いいけど、
あまり高いところは無理だぞ。ああ、金か？気にするな。俺のおごりだ。いや、それは。何でも食え。ここはうまいぞ。確かに、うまい。おい、飲め。いや、俺は、まだ学生なんで。つまらんことを気にするな。あまりハメを外して皆さんを困らせないようにしてください。今は大変な時期でしょうるせえな。だからストレス発散してるんだろうが。う。それは恐れ多いことでした。お許しを。こんなことをできるのも今のうちだろうからな。せいぜい楽しんでおくぜ。あなたはレオン様のお友達ですか？気ままな方ですが、よろしければ付き合ってあげてください。はあ。なあ、お前が前ミュージックプレイヤーとやらで聴いていたあの曲、聴けるか？ああ。やはりヘドが出る歌だな。おい、そういやお前、名前聞いてなかったな。ああ、そういえば。俺は永井とは。長井とは。ねえ。変わった名前だな。俺はレオンだ。レオンさん。レオンでいいぞ。レオン。長井、お前はどこかでショーでもしてるのか？ショー？なんで？ダンサーとか手品師とか、そんなところだろう。俺のことそんな風に思ってたんだ。妙な格好をしているからな。そういうレオンは何をしてるの？俺か？何に見える？傭兵とか。大体正解だ。強さを見込まれて拾われた身だからな。王子、ここにいましたか。うるさいのが来やがったか。困りますよ。今日は晩餐会が行われるのです。王宮にお戻りください。はいはい、わかったよ。カッタリーナ。おい長井、お前のミュージックプレイヤーに入ってるしょぼくれた歌、まだ他にもあるのか？うん。次会った時に聞かせろよな。じゃあな。ん？ここは。おお。どなたですか？永井とわと申します。お帰りください。許可証のない方は入れません。あ、すいません。許可証って、トワさん？シェリー。何をやってるんですか？こんなところで。いや、この建物が気になったから何かなーって。ここは許可証を持っている人しか入れないんですよ。そんなのが必要なのか。一応市民の方も役所に申請をすれば使えるのですが、いろいろと面倒みたいです。私たちは自警団として正式に認められましたので、こういった施設を使う権利も得ているんです。そうだったのか。どうぞ。トワさんもこれを持っていけば入れますよ。いいのか？はい。事前に何枚か割り当てられてますので、そのうちお渡ししようと思ってました。ありがとう。私は調べ物があるので、これで。ああ、悪かったな。トワさんも好きに読んでいくといいですよ。ああ、そうするよ。
グリム戦記？グリムドラゴン。なんだかすごいな。こちらは貸し出し不可の資料となっております。そうですか。なあ、カミュ。おーい、カミュ。とは、なんでこんなところに？ちょっとカミュを見かけたからな。で、何を熱心に読んでいるんだ？これ。禁樹目録。世の中には、あまりに危険であったり、非人道的ということで、使用を禁止された。禁樹と呼ばれる魔術が存在するんだ。それについて研究した書物さ。ここに、ソウルイートに関する情報が載ってると思ってね。ソウルイート。君、オスカーから少し解説してもらったんだろ？僕からも話したじゃないか。そうだな。その、ソウルドラゴンっていう化け物が使っていた魔法みたいなものだろ？そうだね。なあ、ふと思ったんだけど、そのソウルドラゴンっていうのは、つまり、クラリアスのことなんだろ？そうだね。ドラゴンクラスのクラリアスだ。じゃあ、それを契約して使っていた誰かがいたってことだよな。もちろん。どちらかというと、その人物の方が、ソウルドラゴンという名前よりも、よっぽど重要だよ。有名人なのか？とびきりにね。ソウルドラゴンと契約していたのは、影の英雄、リディア。そして、リディアを信奉しているのが、この国と戦争をしてきたジールであり、今もテロ活動をしているハンニバルだね。ハンニバル。それは、ジールとは違うのか？まあ、元は同じだけど違うね。とても複雑な問題なんだ。言ってみれば、ジールとハンニバルは親戚みたいなものかな。この件については、ジールについて最も詳しい人間に聞いた方が早いよ。まあ、彼女は怒るかもしれないけどね。はあ？私の国が奴らと親戚？兄弟？叫んじゃないわよ！ほら怒った。でもまあ、そう言われてもしょうがないかもね。どういうことなんだ？私たちは15年前に
ここ、セイレムとの戦争に負けて和睦を結んだわ。けど、その結果を認められない過激派が、孤島で独立国家を築き上げたの。それがハンニバル。彼らはたびたび、オートにスパイを送り込んで、テロ活動を行っているんだ。で、今ここの騎士団はその一派を殲滅するために出払ってるわけ。うんうん。それで、リロさんは、そのスパイだったんじゃないか、と、神は疑っているんだ。リロ・スレイヤー。生まれはオートだ。過激派と関係を持つような機会があったようには思えないけど。そもそもがわからないんだが、何よ。なんでこの国とルーの国は戦争していたんだ？ああ、それを説明すると長くなるわ。私はめんどいからパス。おいおい。いいよ。僕が説明してあげようか。頼む。でも、長くなるよ。構わない。はるか昔、この世界には恐ろしい竜が君臨していた。グリムドラゴン。暗黒なる竜。ローデリア帝国だっけ？あれ、知ってるんだね。なんで？図書館で。君は一体何を調べてるの？あはは。ついでに気になったから。グリムドラゴンをいただいた帝国ローデリアによって、世界は支配されていたんだ。それを倒したのが、二人の英雄だった。二人は姉妹でね。征伐隊を率いて帝国に侵攻して、激闘の末、グリムドラゴンを撃ったんだ。帝国による支配は終わり、世界に光がもたらされた。めでたし、めでたし。と、言いたいところだけど、その後、世界の支配をめぐって、二人の英雄の間に争いが起こるんだ。二人の間にどういう経緯があったのかわからない。とにかくその争いで、姉であるアルディリアは、妹のリディアを退けた。アルディリアは、セーレムのレインフォルス王家と共に、世界を平定し、さらなる英雄となった。リディアは、彼女を信奉する者たちを連れて、辺境の別の国に逃れていった。以来、二人の英雄は、光の英雄アルディリアと、影の英雄リディアと呼ばれるようになった。それが、数百年前のこと。数百年前か。じゃあ、15年前の戦争は？影の英雄リディアが復活したのさ。そして、数百年前のリベンジと言わんばかりに、この国に戦争を仕掛けた。英雄リディアが契約しているソウルドラゴンは、王国を蹂躙していった。けれど、シェリーのお父さんたち、清流騎士団の活躍によって、彼女は再び敗れることとなった。そうか。なあ、なんでルーの国はそこまで戦争にこだわるんだ？リディア様は、私たちにとって神様のようなものよ。そのリディア様が復活して、精霊の王国を攻めようとおっしゃったなら、それに従うまでだわ。結局は、負けちゃったけどね。そっか。話をハンニバルに戻すよ。表向き、ジールとセイレムは和睦をしたけど、一部の者は、ハンニバルという国を築いて、テロ行為を続けている。黒い鎧が持ち去った、まがまがしい卵。そして、魂を喰らう武器。どう考えても、陰謀の匂いしかしないよね。あるいは、僕らが想像するよりずっと、厄介なことが起ころうとしているのかもしれない。とは、ちょっと付き合ってもらうよ。え？あの黒い鎧が持ち去った、卵の行方を探すんだ。今から行くのか？いや、
少し準備しないといけないことがある。準備ができたら声をかけるよ。それまでは自由に過ごしてて。ちょっと。おっとっと。危ない。抑えようか。王さん、ありがとうございます。ではお願いします。よいしょっと。じゃあ吹きますね。ああ。っておいシェリー。いどうしましたか？や見えてるんだけど。見えてるって何ですか？その見えちゃいけないものが。見えちゃいけないものが見えている？もしかして幽霊ですか？幽霊がいるんですか？いや違う、そういうのではなくて。失礼しました。思い至らず。いやこちらこそ思い至らず。やっぱり俺がやるよ。脚立押さえておいてくれ。任せてください。よいしょっと。トアさん、見えています。え？パンツが。なんで？ズボンなのに。お尻のところが破れているようです。貸してください。繕いますので。面目ない。シェリー、どうしたんだ？むにゃむにゃ。むにゃむにゃ。ちょっといいですか？はい、図書館での居眠りは禁止されています。すいません。シェリー、起きろ。ダメですよ、トアさん。俺？ダメですよ、トアさん。こんなところを触ったらくすぐったいですよ。胸はダメですよ。胸？俺、シェリーの夢の中で何をやってるんだ？クレンさんがくすぐったそうですよ。俺がグレンさんの胸を？一体どういう夢を見ているんだ？シェリー。
バカなこと、ありえない。けど、手が勝手に。何か邪悪な気を感じました。止めてくれてありがとうございます。もう一度言いますが、居眠りは禁止されています。怒られてしまいましたね。それ以上に変な目で見られたよ。なんだ、ルー。あんた、私の彼氏になって、私の彼氏を集める手伝いをしなさい。何がなんだか。聞きなさい。さっきね。あら、ルーさんじゃない。今日は彼氏さんと一緒じゃないのかしら。彼氏？はあ、一緒じゃないわ。そうなの。ちなみに私はデートですの。どうも。ちは。はい。3人いるけど。全員私の彼氏ですの。できる女というのは男の3人や4人あべらせて当然ね。ごきげんよう。悔しい。何が悔しいんだよ。あいつにたくさんの彼氏を自慢されて、なんとなく負けたような気がして。いや、そんなことで張り合わなくていいと思うけど。あんなやさおん願い下げだけど、でも確かに数で負けたのは事実。数で負けたも何も、こっちは嘘なんだから初めから勝ちようがない。うるさい。こうなったら集めるわよ。集めるって。男を集めてあいつを見返してやるのよ。ジールの女が男にモテないなんて思われたら尺だわ。そうよ、私はジールの名門ベルフレア家のルー。負けないんだから。気張りすぎだと思うけどな。この辺かしらね。よう、何やってんだお前ら。グレンさん。おっさんだけど、まあ男は男か。なんだよ。あんた私の彼氏になりなさい。あな、俺にはちゃんと妻子もいるんだぞ。不利なんだからなんだっていいのよ、男なら。不利？なんだって？あと一人ぐらい必要ね。お、あれはカミュじゃない？カミュ、ちょっといい？は、どうしたんだい？グレンさんもいるじゃないか。あんた、今日だけ私の彼氏になってよ。は？ルーの彼氏なんて。なんで僕がこんな真似を。あ、いたいた。来たわよ。ベルフレアさん？なんだかゾロゾロ連れてきましたわね。紹介するわ。こいつらが私の彼氏たちよ。なんですって？なんていうか、バリエーション豊かな彼氏ですわね。こちらなんて中年のおじさんじゃないの。犯罪の匂いがするわ。おい、
俺はまだ30代だ。こんにちは。こっちは子供？あなた、年下の趣味もあるの？私を敬うなら何だっていいわ。あんたたちのヤサオよりよっぽど強いわ。そうかしら。私の自慢の彼氏たちがただのやさ男だと思わない方がいいわよ。男たるもの、女性を守れる強さもないとね。やろうっていうの？やりましょうか。私好みの展開になってきたわ。ちょっと、さすがに喧嘩までは付き合わないからね。俺は警察だぞ。死闘に参加なんかできん。いいわよ。あんな奴ら私一人でのしてやるから。こらこら、趣旨が完全に変わってるじゃないか。では、やっておしまいなさい、彼氏どもよ。ハーモニア様、何よ。お時間となりました。ちょっと待ってよ。今いいところなんだから。延長料金払うから。申し訳ございません。次のお客様が待っておりますので。それでは、私はこれで。今日のところは引き分けにしておいてあげるわ。僕が推理するに。いや、推理しなくてもわかるわ。考えてみれば馬鹿らしいわ。彼氏の数で勝負なんて。早くに気づいて欲しかったよ。やれやれ。ひどいことに付き合わされた。俺は一体何をやらされたんだ？ごめんなさい。勝負と言われるとどうしてもムキになってしまって。今日は私のおごりだわ。じゃんじゃん食べて。ガキにおごられるとはな。ま、腹減ってたから食っていくか。遠慮なくいただこう。かたじけない。なんでヤクモさんがいるのよ。なんでだろう。もうなんでもいいわよ。今日は食べるわよ。トワはいるか？ヤクモさん、どうしたんですか？それはわかるだろ？なんで恥ずかしそうなんですか？まあ、ヤクモさんがフラッと現れたってことはご飯でしょうけど。舌がすっかりここの味を所望していてな。じゃあすぐ作りますね。ちょっと待っててください。大盛りで頼むぞ。とはおかわりを頼む。はいはい。剣士の嬢ちゃん、気持ちよく食べるね。恐縮なり。あんたならあそこを制覇できるかもしれないぞ。あそこ？制覇？全部食べたら無料。大食いチャレンジですか？ヤクモさんにぴったり。なんだと？いやはは。言いたいことはわかるが、私は大食いや早食いなんて興味がないのだ。そうなんですか？美味しいものをお腹いっぱい食べているうちに結果的に大食いになっているだけだからな。最初からたくさん食べようと思っているわけじゃない。じゃあなんでその店に向かっているんですか？実は制限時間内に完食したら無料になるだけではないそうなんだ。1年間食べ放題のパスポートがもらえるという。1年間食いっぱぐれない。その安心感はすごいさ。そうですね。
この店だな。確かに書いてありますね。当店名物大食いメニュー。制限時間内に完食したらお値段無料。そして1年間食べ放題パスポートを申請。ジョーちゃんが挑戦かい？大丈夫か？うちの名物にはどんな大男も破れ去ってきたぞ。さあ、どうだ？これは。量はいけるのだが、あまり美味しくないな。だが、食いっぱぐれないのは魅力的だ。全力を出せば、無限に食べられるような気分だ。だから、私は、ヤクモさん。まさか、こいつをクリアする奴が現れるなんて。年間パスポートだ。好きに使ってくれ。すごいですね。気分が悪いとか？それは大丈夫なのだが、なんか、後ろめたいというか、食べ物に対して、失礼なことをした気がする。しばらく見るのも嫌だ。これを使う時が来るんだろうか。ヤクモさん、残った材料でお昼を作ったんですが、結構多くできちゃいまして。よかったら食べていきますか？おお、もちろん。いや、やめておこう。どうしたんですか、ヤクモさん。体調が悪いとか？この前、グオッポに乗ったのだ。そしたら、そのグオッポが、いきなり苦しげな声を上げて座り込んでしまって。ええ。調教師は、重量オーバーかもしれませんね、って。そんなこと言いますか。だいぶひどいグオッポ屋さんですね。率直に言って、私はどのくらい太っているのだろうか。いや、そもそも太ってないと思いますけど。気を使うのはやめてくれ。いや、部分的には太ってるかもしれませんが。なんだ？部分的には太ってるとは。いや。私は気にしない。言ってみてくれ。その、胸のあたりが。また太ってしまったのか。また？胸がすぐ太るから困っているのだ。むしろ喜ばしいことかと。喜ばしい？なぜだ？いえ、その。もういい。他には？普通の体型じゃないかなと。俺、女性のことはよくわかりませんが、むしろ痩せているような。もっと太った方がいいんじゃないですか？本当か？そう思いますけど。へえ、ここの川で屋台やってるんだ。おい、そこの坊主。ずいぶん痩せてるな。これを食っていけよ。何？神じゃないか。余り物だ。いっぱい食って大きくなれよ、坊主。どうも。カミュ、
とわじゃないか。今の聞いたかい？僕のこと、坊主だってさ。失礼だな。僕って言ってるんだし、しょうがないんじゃないか？なるほど。直すべきなのかな。だんだん自分自身が気になってきた。そもそも、なんで僕って言うようになったんだ？なんだい？女の子が僕って言ったらダメなのかい？ダメじゃないけど、何か理由があるのかなって。まあ、あるよ。一応理由は。探偵なんてやるのに、女の子だと舐められるだろ？だからもともとは、男のふりをするために、僕と言っていたんだ。でも名前も売れたし、もうその必要もないかなって。よし。これから私で言ってみよう。さすがの僕も、坊主坊主と言われるのは気になるしね。いや、さすがの私も。私。なんだいや、なんか、不自然だなとか思っただろ。違う違う。女の子なら、私の方が自然だけど。でも、神は。なんだい？神は神らしいのが一番かなって。どういう意味だい？女とか男とか関係ないような気がして。神は神だから。それで、僕って言ってる神は、なんか、かっこいいとか思ったりするし。かっこいいって、変なこと言わないでほしい。まあ、今のままの神も魅力的だよ。君、焦って変なこと口走ってるよ。いや、本気で思ってるから。いいよ。お世辞として受け取ってあげる。これ、どうしたものかな。何を見ているんだ？いや、これはスカート？僕のじゃないからね。そんな力いっぱい否定しなくても。女の子なんだから、スカートを持っててもいいじゃないか。さっき、依頼主のおばあさんからいただいたんだ。孫にあげるつもりだったけど、すでに同じものがあるの忘れていたとかで、それで僕にくれたんだ。でも僕、こういうのは履かないし、捨てるわけにもいかないしな。誰かにあげたら？シェリーとか。サイズが合わないよ。ルーならいけるかなって思ったけど、ほら、ルーは決まった服しか着ないだろ。確かに、ルーがこれ着てるのは想像できないな。スカートは、そうでなくても苦手なんだ。なんで？なんか、無防備な感じがしないかい？俺は履いたことがないからわからないよ。それもそうだね。ひらひらと開いた隙間から、いろいろなものが入ってくる気がする。どういう心理状態だよ。大概、今さら僕がスカートを履いたって変だろ？すごい見てみたい。何を言ってるんだい？君は、スカートというものに対して、
何か執着心を持っているのかい？いや、スカートというよりは、それを履いた神を見てみたい。それこそどういう意味だい？僕を恥ずかしめたいのか？ごめん、単純な興味というか。変なこと言わないでほしい。やれやれ。どうしたものかな。やあ、自警団活動かい？精が出るね。その依頼を受注するかい？よ、お前らに正式に仕事を依頼することができるようになったんだろ。それでお願いしたいことがあってよ。警察が何の用だい？それもこんなところに呼び出して。レストレードを強化したくてな。レストレードというと、警察のプレタポルテ？ああ、レストレードは無人型のプレタポルテだ。こいつらはもともと埋め込まれた魔術回路によって動いている。例えば牢獄だと、夜に出回っている奴らは何者でも拘束しろとな。ここが難しいところだが、こいつらには警察と脱獄犯の区別がつかない。だから人間との共同作業ができないんだ。なるほど。以前ここを脱出しようとした時、見張りの人がいなかったのはそういうことだったんですね。ただな、日を重ねるごとにこいつらもちった賢くなっていてな。こいつらにも意志らしきものがあるということかもしれない。強くなるってこと？まあそうだな。こなれてくるというか、とにかくこいつらにも経験値という概念があるようだ。ということでお前らにお願いしたいんだ。こいつらの訓練に付き合ってやってくれ。しかし、どうして私たちなんだ？ヤクモさん、おそらくグレンさんには他にお友達が。変な推測してるなよ、ラインスタット。あと、てめえらのことを別に友達とか思ってねえ。出た。何が出ただ。今のは噂に聞くツン。ちげえよ。事の発端はお前らの脱獄を許したことなんだよ。それでどれだけ警察が恥をかいたか分かっているのか。配備したてのレストレードの失敗。貴族連中はそれ見たことか、お前らに鎧は扱えないだろうとせせら笑っている。お前らには責任を取ってもらうからな。いろいろとこちらにも落ち度があったからうやむやにしているが、お前らがここに侵入したことは本来目こぼしできることじゃないんだからな。脅してきたわね、不良刑事め。なんとでも言え。あ、やってくれるのか。もちろんご協力いたします。ありがてえ。じゃ頼むぜ。人を信頼できるのもいいかもしれないね。なるほどね。理解した。当然私よね。よろしくお願いします。
けるか。当たって。準備万端です。よし、成長を感じる。ありがとよ。これでこいつらもちょっとは賢くなったかしら。どうだろうな。管理している魔術師に調査させるよ。また似たような頼みをするかもしれん。その時は頼むぞ。警察からの頼みじゃそうそう断れないよね。さすがラインスタッド自警団。依頼達成だ。トワ様、あなたに指名の依頼が入っています。誰でしょとってもスイーツな紳士さんより、だそうです。う。依頼場所はここです。でも、なんでこんなところで。待ってたわ。ラインスタッド自警団の長井とはね。は？誰ですか？依頼主のスイーツな紳士よ。え？以前あなたを見かけて、私のスイーツな気持ちが高ぶっちゃって。それで、一緒にスイーツなことをしようと思ってね。いいかしら？よくありません。失礼します。よう少年。ランスロットさ少年、何をしている？顔が青いぞ。ん、スイーツな紳士から依頼があったというので、ランスロットさんかなって言ってみたら、全然違ってびっくりしました。そんなへんてこな名前つけぬわ。とっても素敵な紳士というのも大概だと思いますが。なんだと？あなたは。どうも。だいぶ遅い時間だけど、頑張ってるんだな。まあ、そうですね。頑張りだけは誰にも負けません。昼はもしかして寝ているとか？いえ、昼間は修練所で訓練をしています。
昼も訓練を？はい。夜もその修練所で訓練しちゃダメなの？休養も訓練のうちということで、必要以上にやるのは怒られるんです。でも私は、修練生の中では一番弱いですし、誰よりも修行をして強くなりたいのです。強くならないといけないのです。私がいくら強くなったとしても、たかが知れています。それでも強くなりたいんです。どうしてそんなに強くなりたいんだ？私には自慢の妹がいます。妹？ええ。妹は誰よりも勉学ができ、魔術に関しても天才と言われるほどの素養があります。身内びいきじゃありませんよ。きっといつか世界のために大きな仕事をする宿命と才能を持って生まれてきたんです。私とは全然違うんです。私は妹の盾となり、剣になりたい。けれど、修練所でも私は一番弱い。このままでは妹の盾にすらなれない。だから、頑張らないと。そっか。じゃあ、俺は行くよ。ええ、おやすみなさい。君も早めにね。どうも。確かここ、あった。よし、続きを読んでみよう。さて、遅いな。用意ってなんだろう。おお、なんだ。
警察から借りてきたのさ。これに乗っていくのか？別に遠くに行くわけじゃないよ。これは特別に調教された魔力の後をたどれるクオッポだ。魔力の後をたどるクオッポ。黒い鎧が持ち去った卵の匂いをたどらせる。あの卵も同じ魔力を発していたからね。あれだけの魔力をまとった卵だ。隠すのは容易ではないはず。なるほど。いくら辿っても川のあたりの途中で匂いが途切れてしまうね。川を渡っていないということなのか？それはわからないけど、水は魔力の匂いを消し去ってしまうからね。あるいは川の中に隠しているとか。川の中？バカな。そんなことをしたらそもそも卵は力を失ってしまうよ。君そんなことも知らないの？ああ、別の世界から来たとか。不思議な身の上だね。でも川の上に隠せるような場所があるとは思えない。そうなると川の中という指摘もあながち捨てきれないね。でもまさか。そういえばかくれんぼ中に橋の下に隠れて誰にも見つからなくて、いつの間にかみんな帰っていたことがある。ありえないよな。いや、そうだ。橋の下、川に囲まれて魔力の匂いがたどれない。それでもあれほどの魔力を帯びた卵は隠しきれないはず。ならもっと大きな橋があれば魔力の匂いも消し去れるのかな。大きな橋、そうか。君はなかなか優秀な助手だね。何か分かったのか？タワーブリッジだ。あの大きな橋？あそこなら卵の魔力の匂いをほとんど消し去ることができるはず。行こう。準備を整える。タワーブリッジを操作させてほしい。あそこにあの黒い鎧がいると？証拠は？ない。だけどあれほどの魔力の匂いを隠せる場所は限られている。やれやれ。まあ勝手にやる分には見過ごしてもいいが。警察にも協力してほしいんだ。マジかよ。しかしな。あとこの件はくれぐれもグレンさんが信頼できる人間にだけ伝えてほしい。リロ以外にも内部に食い込んでいる患者がいるかもしれない。そうだな。たく。だがな、上層部は以前みたいにお前を信用してないみたいだからな。それはホイホイとお前の推理に従って動きはしないだろうな。いろいろと声をかけてみるが大した数は用意できないかもしれないぞ。構わない。やるだけやって。それより急いだ方がいいかもしれない。嫌な予感がする。とはシェリーに声をかけてくれる？自警団として出動する必要がある。
つぶたいですって。そこはクレンさんの弱点ですよ。くすぐったらダメです。俺がクレンさんをくすぐってるの？どんな夢見てるんだ？あれ？父さん？おはようございます。まだいたんだな。そういえば調べ物はどうなったんだ？いえ、まだ調べてる途中で。カミュが話があるらしい。屋敷に来てくれってさ。カミュさんが？ああ、先日の卵について何か重要な話があるとか。卵について？まさか。シェリー？トアさん、行きましょう。ああ。先日の黒い鎧がタワーブリッジにいる可能性が高い？確証はない。けど、僕はその確率が非常に高いと踏んでいる。あの黒い鎧の正体は一体何だったんだ？あれがどれだけの組織と連携しているのかはわからない。けど、少なくともリロやグラムと繋がっているのを見る限り、単独で動いているというわけではなさそうだね。むしろだいぶ大掛かりな仕掛けが動いているんだと思う。そして謎の卵を手にして何かをしようとしている。それにしてもあの卵は一体。そのことなんですが。シェリー？どうしたの？いいえ、何でもないんです。シェリー？とにかく確認しに行きましょう。その人がタワーブリッジにいる確率が高いなら。そうね。行ってみるしかないわね。マリスさん、自警団の方で仕事があるみたいで、今日は早めに上がらせてもらっていいですか？もちろん大丈夫です。そちらを優先させてください。ありがとうございます。また、何か揉め事ですか？はい、そうみたいです。トア様も忙しいですね。本来帰る方法を探すはずが、いろんなことに巻き込まれて。あはは。まあ、やることないよりはいいかなって。トア様はのんきな方ですね。いえ、褒めてるんですよ。褒めてるんですか？トア様が来てから、お嬢様は以前よりずっと生き生きされています。一緒に戦う仲間がいるというのは、大事なことですね。トア様。はい。いえ、何でもありません。ノイマンさんはいらっしゃいますか？所長でしたらあいにく不在です。不在？ギルドの責任者が留守にしてるの？どこに行ったの？私には分かりかねます。それより大変なんです。先日の通り魔の共犯とされる黒い鎧がタワーブリッジに潜んでいる可能性がある。それは何か証拠でも？そんなものを悠長に固めてる時間はないのよ。できるだけ数集めて確実にそいつをとっちめないと、おそらくひどいことになるわよ。おそらくひどいことになる。おそらくそこにいる。そのような妄想で自警団を招集することはできません。わかりました。私たちは独自に動きます。それが町のためであるなら止めることはしません。あなた方にはその権利があります。ったく、上司と違って
話しづらい女の人ね。結局私たちだけでやるしかないってことね。まあ、その方がやりやすくていいわ。よう、ちょっとは引き連れてきたぞ。グレンさん。これだけ？正式に辞令が出せるわけじゃねえんだから、これだけでもかき集めた方だぜ。この橋、夜でも結構往来があるのね。交通の要所だからな。見ろ、何かがこちらに来る。これはプレタポルテ。おい、なんだこいつら。どこのどいつがこんな。私たちに橋を渡らせないつもりらしいな。どういうことだ。僕らが来ることを敵は察していた。内密に進めたはずなのに、やっぱり警察の内部に患者がいて察知された。わかりやすくていいじゃないの。この橋に何かが隠されてるってことでしょ。そうだけど、来るわよ。当然私よね。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだけど、こんなところにプレタポルテが。やはりここには何かがあるということだね。一体どこから湧いてくるの？橋の中央あたりのようだ。よーし、そこまで一気に突破するわよ。とどめよ。先潰せ、飛びなさい。とどめよ。あら、うっとうしいわね。いっちゃうり。先潰せ。先潰せ。はっやっはっ狙うよ。うず入ったわ。とどめよ。いけるよ。出番ね。これでまた英雄に一歩近づいたわね。やったわ。よろしくお願いします。承知した。はっやーやー避けられますか。はっなんとか避けます。準備万端です。そこか。遅い。ごめん。これなんだ。
ですかこれ。鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。見てください。あれ。黒い鎧。あなたは誰ですか？ここで何をしているんですか？ブラックナイト！負けるわけにはいかないな。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだけど。あなたたちは一体何をしようとしているんですか？会話をするつもりはなしか。どうやらあいつをぶっ倒して引き出すしかないよね。いけるよ。まだだ。いつでも呼んでくれ。こいつやるわね。知っている。これはお父様の戦い方。まさかお父様なんですか？答えてください。あれを見て。卵。ここはそう、私はあなたが私を復活させたのね。完全なる復活にはもう少し時間がかかるでしょう。それまで全力であなたをお守りしましょう。それには及ばないわ。多少の時間稼ぎなら今の力だけでも十分よ。これより私は復活の儀に入る。何人も神域には近寄らせないわ。これ苦しい。まさかソウルイート。奴を止めないと。私が行こう。はあ！
な結界が張り巡らされている。攻撃を受け付けない。あの結界、おい、どうする？力が吸い取られていく。これはソウルイートだ。結界に近づくとこちらの力がどんどん奪われていく。そしてその力によって結界は強固なものとなるということか。これでは手が出せないぞ。一旦引きましょう。そうね、悔しいけど一度対策を練ってくるしかないわね。なんだあの強力な結界は。それに橋の中央に浮かんでいるのは誰だ。一体何が起こっている。私は何をしている。騎士団の留守を預かる身でありながら、あんな得体の知れない男一人に振り回されて、長いとは。王子、タワーブリッジで異変がありました。先日大聖堂より盗み出された例の卵が復活しようとしているようです。ああ、そう。そりゃこういうことになるよな。ホイホイ騎士団が誘い出された時点で半ば勝負はついてるんだよ。どうされますか？どうされますかって言われてもな。まずは様子を見ようじゃねえか。そんな悠長な。主力はここに温存して奴がどのくらいの力で復活してくるのか見極める。それまで市政の連中にはせいぜい頑張ってもらおうか。民に犠牲になれと。町には一応自警団が組織されてるんだろう。普段いいもの食っている連中だ。こんな時ぐらい頑張ってもらおうぜ。一体何が起こったのあれは。あの橋全体にソウルイートがかけられたようだな。わかってるけど、誰があんなデタラメな真似を。言えるのはブリッジの中央に陣取っているのがとてつもない魔力を有した敵だということか。謎の卵、そして謎の影。今回の件を主導しているのがハンニバルだとしたら、あの卵はもしかして心当たりがあるのか。心当たりというか推理だよ。あの卵はソウルドラゴンの卵かもしれない。まさか。そう考えると辻褄が合うんだ。ハンニバルはグラムと連携してテロを起こし、どこからかあの卵を奪取した。そうして復活させようとしている。そういうことになる。にわかには信じられないわ。いくら奴らでもそんなとんでもないこと。おそらくカミュさんの推理通りです。シェリー、あれはソウルドラゴンの卵です。信じられなくて黙っていてすいません。実は私はあれを昔見たことがあるんです。見たことがある？どこで？一度お父様に見せてもらったことがあるんです。小さな頃のことでよく覚えていません。ただおそらく大聖堂だったと思います。あの卵がいかに恐ろしいものだったか。そしてあの時見たあの卵のまがまがしさ、決して忘れません。あれがソウルドラゴンの卵。ではまさか橋で見た少女は？そうだとしたらこのままでは王都は大変なことになります。それにもう一つ、皆さんにお話ししておかないといけないことがあります。あの黒い鎧の正体は
お父様なのかもしれません。そんな。あれがお父様だとしたら、すべての辻褄が合います。クラムさんと通じるのも、旧友のお父様なら簡単なこと。でも、どうしてお父さんが？それはわかりませんが、何らかの理由でお父様が反逆の意図を持ち、王様を暗殺。シェリー殿、今はそんなこと考えたってしょうがないと思うぞ。ヤクモさん。そうですね。ルー。あれがソウルドラゴンの卵だとしたら、私は。大丈夫か？なんでもないわ。まだノイマンさんは帰ってないんですか？ええ。いつ戻るのだろう。わかりかねます。気球の事態なんだ。他の上司でもいいから取り継いでもらえないかな。私がお取り次ぎできるのはノイマン様だけです。まったく話にならないね。とにかく知らせましょう、いろんな人に。シェリーじゃないか。トアさん、どうしたんですか？いや、戦力になりそうな人を探しているうちにこんなところまで。私もです。なあ、王宮の隣の大きな教会ってなんだろ大聖堂ですね。う。なんか物々しいというか、見張りがやけに多いんだな。先日のテロの際、敵が王宮に迫ったらしいです。返り討ちにあったようですが、同時に大聖堂も襲撃されて、内田はだいぶ荒らされたと聞きます。じゃあその時にソウルドラゴンの卵が？おそらくそういうことでしょうね。なら王宮の人たちは知ってたんじゃないのか？だけど何もしなかったのか。よし、ダメ元で行ってみましょう。行くの？すいません。王子様に謁見したいのですが。なんだお前は。お前、ラインスタットじゃないか。どの面下げて王子に面会を求めているんだ？父の件は、まだ容疑の段階です。状況から考えたら、お前の父親以外ないだろう。王子の慈悲で即刻死罪になっていないだけでもありがたく思え。囚われたくなければさっさとどこかに消えろ。どうにもならないですね。あそこには王子様？今一番偉い人がいるんだよな。このままじゃ町が危ないのに何もしてないのかな。わかりません。王様が暗殺されてから王宮は門を閉ざして人の出入りをほとんど封じています。私はもちろんですが、他の貴族の人たちも王宮内が現在どうなっているのかよくわからないそうです。そうなのか。どうした我がライバル、沈んだ顔をして。ライバル？あなたは確かアンダーランド家のゴルフィン、ロバート、レイチェル。相談があるんです。ほう、ライバルに相談とな。ソウルドラゴンが復活しただと？面白い。面白い？
相手にとって不足なし。どちらが先にそいつを倒すか勝負だな。いや、勝負とかじゃなくて協力を。ほらこら、我々はライバルだぞ。慣れ合いはしない。では緊張して吐きそう。やれー。ほらそこだ、ぶっ殺せ。ちょっといいですか？なんだこいつ、今いいところなんだ。話しかけるな。待て、こいつトアじゃねこいつがえか。この前はなかなかの活躍だったな。どうも。じゃなくて。その後台無しにしやがったけどな。あはは、すいません。皆さんにお願いがあるんです。なんだやぶから棒に。一緒にソウルドラゴンと戦えだ。そいつはなんだ。前の戦争でうちらをボコボコにしたドラゴンクラスのクラリアスだよ。ああ、そうだって。そういやそんな名前だったな。お前よくそんなの知ってるな。本を読むからな。それが復活したんです、この町で。はあ、そうなのか。ま、どうでもいいな。金持ちどもがどうなろうと知らんな。お金持ちだけじゃなくて町の誰もが危ないんです。いいさ、それも面白いだろ。町がめちゃくちゃになりゃ俺たちは火事場泥棒に精を出させてもらうさ。そもそもグラムさんが今回のゴタゴタに関わってる可能性もあるらしいですよ。何？グラムさんそんなことやってたのか。あの人ならやりそうだな。派手に暴れられるチャンスがあるなら何でもいいって人だからな。一丁ソウルドラゴンを復活させてめちゃくちゃにしようとしてもおかしくねえ。なんと言われようと俺たちは町の奴らのために戦うなんてできない。帰るんだな、とは。マリさんは大丈夫なのかな？いいですか？ああ、なんだ。自警団の方ですよね。いかにも。オンドルッド家の自警団で副団長を務めている。俺はラインスタッド自警団のトワと言います。ラインスタッドだと？それでなんだ？副団長、そちらは何人の自警団なんですか？15人ほどだな。協力してほしいことがあって。ソウルドラゴンが復活しただと？バカめ、めちゃくちゃな嘘を言いやがって。何が狙いだ？何も狙ってないですよ。町を守りたいんです。お前、ラインスタッドの触覚だろ。お前のところが大変だからっておかしな噂を流すなよ。違いますって。本当に復活するというのなら俺がぶった切ってやるよ。
文献を漁っても、いかに恐ろしいものかが記録されてるだけで、具体的にどうやって倒したのかはわからないね。当事者に聞いてみるのが早いんじゃないの？当事者というと、もしかして、お父様ですね。いや、あんたのお父さんが見つからなくて苦労してるんでしょ？そうですね。だから、急いで探すのかと。今からそんな不確実なことしてられないわよ。もう一人いるじゃない。とは、あんたこの前会ったんでしょ？そいつに。まさか。もしかして、オスカーさん？そう。オスカー・ブレイン。あまり進んで会いたいおっさんではないけど、リディア様を倒した一人なのは確かね。たく、特別だからな。ありがとうございます。それにしても、またここに来ることになるなんて。兄貴！ドアの兄貴じゃねえですか！野郎ども！兄貴が帰ってきたぜ！おー兄貴お早いお帰りで、今度はどんな極悪なことしでかしたんですか？兄貴のために可愛い新入りを取っておいたんですよ。父さん？あんた、ここで何をしていたの？何もしてないよ。てか、別に兄貴とか呼ばれてませんでしたよね。オスカーさんは、確か、あそこだな。何この、一人だけホテルみたいな部屋は。牢獄に似つかわしくない、豪華な部屋だな。ですよね。オスカーさん。ミスター・トア！それに、おや？シェリーじゃないですか。ごきげんよう。どうも。これは、お揃いで。何事でしょうか？あんた協力しなさい。はて、協力とは？ソウルドラゴンが復活しようとしているんです。何？やれやれ。やはりあの卵は王宮が隠し持っていましたか。人間というのは罪深いですな。オスカーさん、ソウルドラゴンの倒し方を教えてください。倒し方ですか？無理ですな。もしもあれが本当に復活したなら、到底倒せる相手ではない。それでも、15年前の戦争で、あなたたちはあれを打ち破りました。オスカーさんたちは、どうやって倒したのでしょう？力を合わせて倒しただけです。もっと詳しく教えてもらえませんか？ミスター・トアには話しましたが、あの戦いで大事な友人が亡くなりました。正直、あまり思い出したくない記憶です。オスカーさん。はい。お父様はまだ死んだと決まってません。いや、あなたの父親じゃないです。すいません。オスカーさんの友人イコールお父様かと。いつあなたのお父様を友人と言いましたか？むしろ私がいかにあの男を憎んでいるか教えて差し上げたはずですが。それは素直になれないだけなのかなと思っていました。本当は好きなのかなって。どれだけ前向きな受け取り方してるんですか？やれやれ。パリス王子があの激闘の中で亡くなられました。あの時はラインスタッドが珍しく激高していましたね。まさに激闘
三日三晩の長い長い戦いでしたよ。正直なぜ勝てたかあそこにいた私にもよくわかりません。想像するに向こうの根負けというところでしょうか。ソウルドラゴンといえど魔力は無尽蔵ではなかったのかもしれません。とにかくソウルドラゴンはとてつもなく恐ろしい存在でした。オスカーからもめぼしい情報は得られなかったな。要約すると頑張ったってことになるしね。なかなか難しい。そもそも当てにできるようなメンツもいないしね。いや、一人だけいるかもしれない。とびきりの戦力が。誰ですか？トワのよく知る人物だ。俺のよく知るとびきりの戦力。牢獄であったじゃないか。もしかしてクリスさん？そう、ウィングドラゴンのクリス・レイ。清流騎士団はハンニバルの制圧のために出払っているけど、彼女だけが帰ってきているらしい。察するに何かの任務をこなしていたみたいだけど、ことごとくトワに邪魔されて恨んでいるらしいわね。そうだな。まあ、逆に脈があるとも考えられる。好きの反対は無関心というな。そういう問題かな。じゃあトワから頼んでみてくれないかな。そう言われても彼女がどこで何をしているのかなんて知らないぞ。あんたに恨みがあるんでしょ？だったらこう
無防備にふらふら歩いていれば命を狙いに現れないかしら。俺は餌か。いやでも彼女との接点はそれしかないのも事実。君が彼女を挑発するしかない。挑発って、じゃあやってみる。クリスさん、かかってこい。俺はここにいるぞ。なんか俺アホっぽい。まあいくらか悪ふざけしてもいいんじゃない？悪ふざけって。清流騎士団のクリスさん、ちょっとお話があります。いろいろと遺恨はありますけど、出てきてくれませんかね。でないと、あなたの悪評を広めてしまうかも。何よ、その腰砕けな煽りは。いや、だってあの人怖いし。もっとその気にさせないと。わかった。クリスのバカ野郎！お前のへそ、テーベーソー！そうなんですか？そういや裸にしてたわね。そんなことを確認していたなんて。いや、今のは適当というか、母親のこと言うのは良くないから、本人にテベソって言ってみただけで。騎士団をバカにするな！え？僕は騎士団に入るのが夢で、その騎士団をそんな風に。ごめん、マジでごめん。お兄ちゃんも必死なんだ。いろいろあって。結局、現れなかったぞ。まあ、ダメ元だったけど、都合よくその辺歩いているわけがないしね。やれやれ。恥ずかしい思いをしただけだった。え？まさか。長い。とは、つまらぬ挑発に乗ることはないだろうと見ていたが、やはり、お前だけは我慢ならん。死にたいと言うなら、その望み、叶えてやろう。すぐ死ね。今死ね。待ってください。話を聞いてください。お前たちには関係ない。下がっていろ。私とその男の話だ。聞いてください。オートに危機が迫っているんです。何？ソウルドラゴンが復活？なるほど。タワーブリッジでそんなことが行われていたのか。確かに大聖堂が襲撃された話を知っている。まさかソウルドラゴンの卵が奪われていたとはな。君は知ってるの？無論だ。その程度調べはついている。だが大聖堂の襲撃自体警察は知らないと。箝口令が敷かれているらしいな。箝口令？なんでそんな一大事なのに。さあな。王宮の官僚どもがやることなど私には分からん。クリスさん、一緒に戦いましょう。私がお前たちと？バカを言うな。王都の危機よ。王宮はなぜか動く気配がない。私たちでやるしかないのよ。なぜ私一人が残されたかわかるな。何が起ころうと私一人いれば対処はできるからだ。私は清流騎士団クリス・レイ。足手まといはいらん。とは一人にも負けたあなたが随分な自信だね。確かに私はそこの男の怪しげな技によって。だが負けたわけじゃない。断じて負けたわけじゃない。そうだな。ソウルドラゴンを撃つ前につまらぬ禍根を摘み取っておこうか。待ってください。そんなことをしている場合じゃないです。いいわ。あの分からず屋には力で教えてあげるしかないみたいよ。
負けるわけにはいかないな。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだ。長井とは度重なる卑怯な奇襲。あんなものはもう私には通用しない。今度こそお前の息の根を止める。私は清流騎士だ。ウィングドラゴンのクリスレイ。あれは相当怒ったわね。闘技場であんなことをしてしまったしな。どうやらそれだけじゃないみたいだけど。あんた、あの人にさらに何したの？いや、全部事故なんだ。風よ舞い上がれ。切るんだか。せや、飛べ。風よ舞い上がれ。風よ舞い上がれ。一撃だ。切るんだか。飛べ。はあ。風よ舞い上がれ。いいぞ。飛べ。そこか。はあ。切るんだか。お前だ。飛べ。飛べ。体勢を立て直す。飛べ。飛べ。切るんだか。はあ。私があぶれるだろ。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。なるほどね。理解した。私が負けた。二度ならず三度も。バカな。長井とは。はい。私はお前に敗れ、お前について調べた。遠い世界からやってきたというじゃないか。遠いのかどこなのかもわからないんだけど、まあ、うん。そうか。なぜ戦っている？え？帰りたいと思わないのか？元いた世界に。そりゃ、帰りたいよ。ならばなぜ命を危険にさらしてまで、異邦人としてこの世界で戦う？それは、この街で、いろんな人に会ったんだ。よくしてもらったんだ。だから、放っておけない。私にはよくわからないな。レイ家、最強の戦士を生み出す名門に私は生まれ育った。誉れある騎士団の一員となり、王都を守護するために、その私が、お前に何度も遅れを取った。私が、お前に勝てない理由は何だ？お前は、私が想像できないような理屈で動いているように見える。クリスさん、それを知りたいと思いますか？いや別に。別に？大体わかる。どうせ何か、いやらしい理由だろ。そんなもの知りたくない。やっぱり。やっぱり。待ってくれ。俺は違うんだ。
笑った。笑ってなんかいない。まったく、お前は不思議なやつだな。悪いが、お前たちと共に戦うことはできない。私は清流騎士団、ウイングドラゴン、クリス・レイ。これより、タワーブリッジで復活しようとしているソウルドラゴンを撃ちに行く。お互い無事なら、いつか再び、お前たちとまみえよう。言っちゃいましたね。まあ目的が一緒なら共闘するようなものじゃない。本人は認めないだろうけど。では、私たちも準備をしましょう。そうだな。あとは、私たちは私たちでやるしかない。でもやれることはやったしね。一度解散して準備をしましょうか。そうだな。もしかしたら今夜が最後の夜になるかもしれないわけだしな。待って。その前に、はっきりさせておきたいことがあるんだ。ん？カミュ？あれがソウルドラゴンだとして。では、その卵と契約しているのは誰なんだろう。ソウルドラゴンという強大な卵と契約して、あの大掛かりな結界を張り、ソウルイートを操る。僕が思うに、そんなことができるのは、影の英雄、大魔導士リディアしかいない。でもリディア様、リディアは前の戦争で滅ぼされたわ。そもそも彼女はグリムドラゴン討伐の時代から数百年存在してたという。とっくに肉体など失っているんじゃないか。それはどういう。グラムはクラリアスと融合して魔人となった。さらにそれが進行すると、卵の中に魂ごと取り込まれ、存在し続けるのかもしれない。それがリディアの力なのか、あるいは卵の力なのかはわからないけれど。彼女は秘術によって肉体を失った後も存在し続けています。では、タワーブリッジで見た影の正体は。ご名答。その通りだわ。あなた、どうも皆さん、ごきげんよう。私はリディア。リディアって。あなたたちは私をこう呼んでいたわね。影の英雄リディア。リディア、そんな、どうしてあなたが。あなたは15年前に倒されたはずでは。肉体は滅んでも私の魂はソウルドラゴンと共にある。何人も私を滅ぼすことなどできない。だったら試してみようか。ヤクモさん？私には実体はない。あるとしたら今復活しようとしているソウルドラゴンこそが私の本体ということになるわね。それでわざわざ何をしに来たの？宣戦布告といったところかしら。宣戦布告。実体のない君に何ができる。本体はブリッジに結界を張って引きこもってるだけじゃないか。どうかしら。私がその気になればソウルドラゴンより生まれし鎧がこれから街を襲い始めるわ。今はブリッジに留めているけど、いつでも街に解放することができるのよ。そして私はこの街に住む民から魔力を無限に吸い上げていく。あの橋に鎮座したまま王都を破滅へ引きずり込んでいくと。そう。つまりどうにかしてあなたを倒さないと王都は終わると。そういうことになるわね。
それをわざわざ教えに来たのかい？ずいぶんご親切だね。そこのあなた？あなたは、ウェイン・ラインスタッドの娘ね。なんで？私は全てを見通している。さて、一つ提案があるわ。これより、あなたたちの全戦力でもって、私を倒しに来るがいいわ。総力戦と行きましょう。それまで町を襲撃するのは控えてあげる。何が狙いだ？シェリー・ラインスタッド。あなたよ。憎き男の娘を、この手でなぶり殺しにしてくれるためよ。日没まで待ちましょう。それまでに来なければ、私は町を襲うでしょう。それでは、さようなら。消えた。あれが影の英雄。リディア。リディアはいくつもの鎧を生み出し、今にも街を襲撃することができる。けど、あえて僕たちを誘うことで、総力戦を提案してきたと。その誘いに乗らなければ、間もなく街は戦場になると。つまり、相手の思惑がどうあれ、私たちはその誘いに乗るしかないわけですね。どうも、そういうことだね。ノイマンさん。あんた、肝心な時にいないで何やってたのよ。いやー、悪い悪い。ノイマンさん、聞いてください。あの卵は。ソウルドラゴン。俺の方でも調べてみたよ。先日のグラムの放棄の際に、大聖堂が襲撃されている。その際に奪われたらしい。なぜその情報がこちらまで降りてきていないのか。むしろ、秘匿されているようだ。まあ、王宮の魔術師どもは、もともと秘密主義的なところがあるけど、それにしたって、こんな大事を黙っているなんて、腑に落ちないな。のんきなことを。うん。もはや、のんきに構えている暇はない。緊急招集を行う。すべての自警団をここに招集する。総力でもって、ソウルドラゴンを撃つ。一刻後、君たちもギルドに来てほしい。ルー？どうしたんだ？リディア様は、私たちにとっての神様のような存在よ。たとえこの国にとっての敵でも、戦争に負けたって、私たちの思いは変わってない。私たちは、私たちなりに正義を示していけばいい。そうしたら、きっといつか、私たちこそが正しかったって、世界に伝わる時が来る。そう思ってこの国に来たわ。でも、今いろんなことがわからなくなってる。ルー。そうだったのか。ハンニバル。奴らがやっていることを、私は許さない。けど、ルーツは裏切れない。私は、ソウルドラゴンと、リディア様と戦いたくない。でも、このまま見ているわけにはいかない。私は戦っていいの？なんで私、あんたなんかにこんなこと聞いてるのかしら。
俺の話をしていいか？あんたの話？俺はなんかよくわからず知らない世界に来て、よくわからないまま戦うことになって、自分で言うのもなんだけど、よくやってる気がする。そうね。私があんたならそんなに適応できてないわ。それはきっと同じだからだと思うんだ。同じ？何が？こっちに来る前から俺は戦うことを強いられていたんだ。どう？俺自身と大事な人を守るのに必死だった。その先のこととか大義とか考えたことがなかった。今もそうなんだ。俺はずっとそんな感じだ。だから俺はちょっと似てるかもって思ったんだ。今ルーが悩んでいることが、俺が置かれていた状況と、それで俺の話をしたらルーにとってもヒントになるかと思ったんだ。でもあまりなりそうにないな。あんたもいろいろあるのね。いろいろある者同士、一緒に頑張ろうじゃない。ルー、それじゃあ一緒に戦おう。話を聞いてくれてありがとう。うん。行ってきます。父さん、遅いじゃない。あんたが最後よ。みんな。ああ、ごめん。掃除したりしてたから。掃除？なんでこんな時に？いや、まあ、いろいろと。戦いに赴く前に、ということで。察してあげなよ。カミュ。もしもの時、部屋にエッチなものが残されてたら困るだろ？そんな心配を？違う！では参ろうか。皆さん、今更ですが、いいんでしょうか？いいんですかって、何がよ？これ以上、私に付き合ってもらって。皆さん、それぞれやることがあったはずです。やることも何も、オートが終わったらどうしようもないじゃない。君たちと出会って少しだけど、シェリーが目指すところは僕の目的と遠くはない。だから付き合っている。気にすることはない。俺は約束したじゃないか。シェリーがお父さんを見つけるのを手伝うって。それまで力になるよ。父さん、ありがとうございます。なんでここで泣くんだよ。だって緊急招集がかかってる割に少ないようだな。みんな自分の屋敷に待機しているのさ。何より自分の家は第一に守るためにね。情けないな。でもやる気のありそうな人もいますよ。遅ればせながら我々も助太刀いたそう。ゴルフィン、ロバート、レイチェル。この国、人材不足なのね。同情するわ。本当だな。ソウルドラゴンの復活だと。本当なのか？一体何が起こっている？俺から説明しよノイマンさん、
君たちが来るまでに秘匿されていた情報を調べてみたんだけどね。どうも独立国家ハンニバルから大量の資金がグラムに流れ込んでいたらしい。彼は戦争後行く当てのない兵士たちを抱え込んで世話をしていたからね。自らの命が短いのを知り、彼らに置き土産を残していくつもりもあったのかもしれない。あるいはただただ暴れたかっただけかもしれないけどね。その辺は彼が死んでしまった以上は闇の中さ。そしていずれにしても今回の事件で暗躍していたのはハンニバルのスパイ、リロスレイヤーがそうであったように、おそらく他にも何人も関わっているだろう。奴らはソウルイーターによって魂を集め、ソウルドラゴンに捧げ復活させようとしている。いや、もう半ば復活したようなものか。敵にはまんまとやられたね。言ってる場合？そうだね。事態はだいぶシビアだ。下手を打てば今夜王都は終わる。さてみんな聞いてくれ。知ってる者もいると思うが、先日大聖堂より奪われた卵よりソウルドラゴンが復活しようとしている。知っての通り、かの竜はその圧倒的な力で王都に迫り、辛くも清流騎士団によって撃たれたが多大な被害をもたらした。完全復活には至っていないが、強力な結界により手出しができない状態にある。これより総攻撃をかけ結界を突破し、ソウルドラゴンの完全なる復活を食い止める。バカな。相手はあのソウルドラゴンだぞ。お前はのんきに命令しながら俺たちに死ねと言っているのか。のんきってこういう口調なんだ。許してほしい。まあ死ねと言ってるのかという質問は否定できないけどね。何？敵は15年前総力をもって何とか退けたソウルドラゴン。騎士団もいない今、そうそう叶う相手とは思えない。普通に考えれば俺たちは犬死にするだけだろう。お前、それでも行けと。そう、それでも行くんだ。君たち貴族が貴族たる理由はどこにある？それはもしもの時に身を挺して王都を守る使命を負っているからだ。今がその時だ。貴族としての務めを果たしてほしい。だったらお前がやれ。お言葉だが、俺は貴族じゃないし、そもそも鎧にも乗れなければ武器も扱えない無力な役人なんだ。何が？ふざけたバンダナしやがって。悪いね。少々風変わりな風貌をしているもので。ということで、俺には手を触れないようにしてくれ。敵は途方もない力を持っている。いろいろ言ったが、無理強いをする力は俺にはない。突入する者だけが残ってほしい。数分待とう。さっきまでの半分といったところか。俺から言われたところで君たちの名誉の足しにはならないだろうけど、君たちは立派だ。行こう、パワーブリッジへ。何？何か匂うわ。王宮から何か得体の知れない気配がする。主力は出払っているらしいけど、何かを隠しているような気もするわね。ここで迎え撃って相手の出方を見た方がいいわ。心配しないでね。ここにいる限り私が負けることはない。まずは様子を見るわ。案外向こうのボスもそのつもりかもしれないわね。
自警団が招集されタワーブリッジに向かったそうです。そうか。放っておくのですか？放っておくさ。せいぜい削り合え、無印の。負けるわけにはいかないな。承知した。出てきたね、雑魚だな。リディアさんのところまで通してください。そう簡単には通してくれないようだね。突破するしかないね。飛べ！はっ！飛べ！切るんだ！渾身の一撃だ！倒した！はっ！はあ！よし！飛べ！切るんだか！増援！増援！増援！飛べ！飛べ！切るんだか！切るんだか！よし！切るんだ！倒した！ごめん！これはどうだ？これは効いただろ。いけるよ。これは効いただろ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 。どこを見てる？これは効いただろ。これは効いただろ。どこを見てる？これは効いただろ。ごめん！これだ。遅い！まだだ！これは効いた。飛べ！切るんだか！飛べ！飛べ！切るんだか！飛べ！飛べ！はっ！飛べ！はあ！当然私よね。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだ。
早く変わりなさいよ。ほいっちゃだね。これ早く変わりなさいよ。そこが急所だね。狙うよ。よし、成長を感じる。やったぞ。やった強くなりました。これでまた英雄に一歩近づいたわね。鍛錬の成果が出たな。奴が来るぞ。黒い鎧、教えてください。あなたはお父様なんですか？教えてください。お父様だとしたらなんでこんなことを。シェリー殿、今は話しているいとまはない。あいつが誰なのかは力ずくで鎧をひっぺがしてやればはっきりすることよ。そうですね。あの人が誰であれ今は戦うしかないんですね。できます。よろしくお願いします。負けるわけにはいかないな。あなたの正体は。シェリー、今は奴を倒して先を急ごう。はい。手応えありました。手応えありました。やりました。私、手応えありました。やっ
切るんだか。行きます。やっ避けられました。もういっちゃう。飛べ飛べ飛べ。今の聞いた。いけます。飛べ。切るんだか。飛べ飛べ飛べ。飛べ。行きます。渡っていつでも呼んでくれ。はっやはっや渡っておいっちゃう。飛べ。切るんだか。いけます。飛べ。そうと待ちません。いつでも呼んでくれ。渡ってやりました。どうしてマリス。お見事な腕前です。お嬢様。マリスさん。あなたは、一体。リロスレイヤー。彼は、弟です。私の父は、独立国家、ハンニバルの密偵でした。彼は戦争前から王都に身を潜め、戦争が終わった後も、密かに過激派と連絡を取り続けたのです。戦争前から？そんな前から？戦争が始まる頃のごたごたに乗じて私たちは、王都に紛れたのです。昔から、ここで暮らしていた家族を装って、私は移り住む少し前、リロはこの王都に来て間もなく生まれました。私はほとんど祖国を知りません。当の父さえ、とても幼い頃に会ったのが最後です。父は任務のために、どこかに姿を隠して、私たちに指令をよこしていました。すべてが終われば、私たち家族はもう一度、会うことができるでしょう。アリス、そのためにあなたは。どうでしょう。ただまあ、私は親の言うことをよく聞く子だったんでしょうね。だからこんなことをしています。別に父に会いたい一心なんていうものじゃありません。この町には私のようなスパイがいくらかいます。中でも私には才能がありました。だからハンニバルよりえりすぐりのクラリアスを与えられたのです。ちょっと待って。今この人の身の上話を聞いてる場合じゃないわ。急がないと。いずれにしてももう手遅れです。ソウルドラゴンは復活目前ですから。アリス。シェリー。はい、今は。行きましょう。来たわね。憎き仇の娘、シェリー・ラインスタッド。どうせあなたたちでは私に触れることさえできない。何もできず朽ち果てるがいいわ。どうかな。結界の中であぐらをかいていられるのも今のうちだぞ。だったらやってみるがいい。私は大魔法使い
リディア、偉大なるソウルドラゴンの力を持ってあなたたちを迎え撃つ。承知した。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだ。これは聞いただろう。ごめん。お遊びは終わり。これはどうだ。そこか。敵が効かない。あの結界はやはり破れないか。こんなのどうしろと。か弱いか弱い。愚か者だ。復活半ばの私に指一本触れられないと。お遊びは終わり。あなたたちの力のほどは分かったわ。遊びは終わりよ。俺らの死ぬがいいわ。騎士団の紋章だと。私は清流騎士団が副団長クリス・レイ・マイル。ソウルドラゴン。クリスさん、一緒に戦いましょう。断る。敵が誰であろうとも力は借りない。あんたいつまでそんなことを。このままじゃ。分かっているさ。生半可では奴は倒せない。奴は確かに強い。想像するに向こうの根負けというところでしょうか。もしかしてクリスさん、下がってください。なんだ、邪魔をするな。私は今から。俺の力ならあの結界をどうにかできるかもしれません。お前の力、まさかお前。はい。あの女も裸にすると。違いますよ。いや、言いようによってはそうかもしれないけど。シールドが消えていく。力はまさかどう
うしてこんなところに。これなら攻撃が通用する。愚かな。結界などなくてもあなたたちごときに負けはしないわ。クリスさん、やるのかやらないのか。何？やるのかやらないのか。やる。それでいい。なんだこいつ、いきなり偉そうに。行こう。お前たちと共にソウルドラゴンを倒す。はい、行きましょう。負けるわけにはいかないな。ウイングドラゴンのクリス・レイ、出るぞ。見えた見えた。切るんだか。畳みかける。飛べ。逃がさん。切るんだか。もう一丁。なんだその攻撃は。いけるよ。刈り取ってあげる。苦しくて何も言えない。まだだ。出る。遅い。なんだその攻撃は。刈り取ってあげる。苦しくて何も言えない。まだだ。飛べ。出てやらない。飛べ。逃げられると思ったよ。いつでも呼んでくれ。まだだ。飛べ。触れ。逃げられると思ったよ。いつでも呼んでくれ。遅い。遅い。刈り取ってあげる。飛べ。放出。刈り取ってあげる。まだだ。何も言えない。触れ。立ち返る。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。最強とは何だ。まだ答えは見えぬか。力は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 
今だシェリー。オスカーの時と同じ、シェリーのクラリアスがまとう不思議な光。あれは、あの光は、なぜ、レオン王子に報告しなくては。これで終わりです。力が入らない。魔力が枯渇している。私が破れるなんて。一度ならず二度、いや三度。悪いわね。せっかくお膳立てしてもらったのに。私、寝起きって苦手なのよ。ね。致し方ありません。あなたの復活が、我々の悲願、父から託された私の使命でした。それが、一瞬でも果たされたなら、悔いはありません。そう。ブリッジで暴れていたプレタポルテは殲滅された。終わりだ、マリス・オルゴール。お前を逮捕する。無駄な抵抗はもうやめろ。お前の親父についても調べはついている。悪いが、お前はかなり前からマークされていた。なるほど。トア様やお嬢様をどやしにシャムレットに来てるようで、本命は私だったということですか。マリス・オルゴール。お前の親父、ライラック・オルゴールは、10年前に死んでいるよ。任務の途中に負傷して、それが元で亡くなったらしい。記録に残っている。そんなバカな。私は、ずっと、父から指令を受け取っていました。それで、ラインスタット機に使いながら、素性がバレないよう、会うことはできないが、いつも、お前を心配していると。お前の親父の名を語って、過激派の何者かがお前に指示を出していたわけだ。そうですか。そんな、ひどい。そうでしょうか。マリス？私が、お嬢様にしたことと、さほど変わらないですわ。だから、別に、構いません。マリス！お嬢様、私は、あなたに謝ることはできません。ありがとう。今まで、ありがとう。事件があって、みんな離れていって、あなただけ、私のそばにずっといてくれた。もともと、ラインスタッド様に接近して、ソウルドラゴンの卵のありかを探るのが私の目的でした。うん。でも、お父様がいなくなってからも、ずっといてくれたよ。それは、急に姿を消したら怪しいからです。あ、なるほど。なるほどって。そうだったんだ。そっか。マリス？何でもありません。マリスには、マリスの事情があったのは分かったけど、私にとっては、大切な家族だったから。だから、こんなことを言うのは変だけど、ありがとう。強くなられましたね。お嬢様、一つ、教えて差し上げましょう。あなたのお父様は、今回のソウルドラゴンの復活には関わっていません。それに、私もあの方が王を暗殺したとはとても思えません。
ただ、私にもどうして姿をくらましているのかわかりません。あるいは、あの方はとてつもなく厄介なことに巻き込まれているのかもしれません。再会。できるといいですね。クリスさん。ありがとうございます。私は騎士団として当然の務めを果たしたまでだ。たまたまお前たちと共闘するという形にはなったが、今回限りだ。わかりました。見ろ、ソウルドラゴンの卵。この光は何でしょう。不思議な感じがします。あの卵に集められていた力が解放されているんだ。集められていた力。ああ。リディアはソウルイートによって人の魂を自らの魔力の糧としていた。今それが解放されているんだ。リディアが溜め込んでいた魔力か。さすがに凄まじい力だね。これはトアさんの卵が光っている。それはもしかして、これは。君、急いでクラリアスをまとうんだ。どうして？早く！はい。ソウルドラゴンの魔力を受けて、君の鎧が力を得ようとしている。満月の儀を行った時と同じように。それは、つまり。駅へ向かうんだ。あ。トアさん、急いで行ってください。トアさんを待っている人のもとへ。何トロトロしてるのよ。早く行かないと戻れなくなるわよ。トア、よかったな。この街でみんなやトアに出会えたことは私にとって唯一の行幸だった。ヤクモさん。あと焼きそばパンと出会えたこともな。ほら、早く行くんだ。やれやれ、慌ただしいな。まだまだ君には興味深いことがたくさんあったけど、しょうがない。行ってきなよ。行くよ。なんていうか、ありがとう。おや、君も征伐隊に選ばれたのか。征伐隊？グリムドラゴンを討伐する征伐隊だよ。いや、俺は。違うのか？俺は自分の世界に帰るんです。帰れるといいな。俺たち皆帰ってこられたらいい。ここは。
君、どうしたんだい？こんなところで大丈夫？どうも。ここは、どこでしょう？はあ。王都、セイレムだけど。セイレム。帰れなかった。やれやれ。帰ろう。お別れも言えませんでした。そうだな。でもまあ、よかったじゃない。急だったけど、帰れたんなら。大丈夫でしょうか？ちゃんと帰れたでしょうか？あるいは、全然違う変な世界に行ってるかもね。そうだ！手紙を書きましょう！どこに出すのよ。まあ、来たり帰ったりできるなら、また来たりすることもあるんじゃないの？そのうちひょっこり現れたりしてね。ほら。何やってたの君。いや、道に迷ってたというか、違う列車だったみたいだ。やれやれ。それは残念だったな。まったく、あんな大げさにしておいて、バカみたいね。あはは。本当に。とわさん。もう少し、お世話になっていいかな。はい。もちろんです。